皆さんこんにちは。私ですよ。今日はですね、久々に童心に来てます。ゴールデンウィークは明けてやっとお休みが来ました。ありがとうございます。やっとお休みが来ました。ありがとうございます。ということでね、今日はね、童心に来てね、久々にね、ライディングウェイを楽しんでございます。はい。今日は何の話しようかなと思ったんですが、このくだりはよくあることなんでね、ちょっと今日はね、先日ですね、こういう DM をいただきました。ダイレクトメッセージいただきました。ありがとうございます。どうぞネタに使ってくださいとありましたので、どうぞネタに使わせていただきます。はい。ちょっとなんかその前にね、僕ね、白いジャケット着てるんですよ。これわかります？見ればわかるよね。これ兵道のね、打ち水なんですけど、もう本当にね、兵道ってすごいね、もう感激しちゃうぐらいね、兵道ってね、動きやすいしさ、なんなのこのメーカー、ちょっとね、串谷とかってさ、いいんだよ、串谷もいいんだけど、無難なやつが多いじゃん。なんかカラーリングとかさ、すっげえ派手なのやるくせにさ、デザイン無難なんだよね。機能性とかほんといいんだけどさ、いやほんとにいいの、機能性とかほんといいんだけど、デザイン無難なんだよ。どのバイクの方でも串谷切れますよみたいな、こう無難なデザインにしてるじゃないですか。あれちょっと苦手なんですよね。まあ、質もすごいいいんですけどね。それでね、ちょっとね、串谷の、子会社みたいな感じになっちゃうんですかね、兵道はね。いいですよ、やっぱり品質いいですよ、兵道。SS ライダーのためみたいなのがね、結構あるんでね、すごい好きなんですよ。この前傾撮った時にね、兵道のジャケットって本当に窮屈じゃないの。このプロテクターの部分がね、痛くないっていう感じ、突っ張らないの。マジいいから。ということで、全然話違いましたね。そう、元に戻そう。DM いただきました。こういう DM です。読み切れない方、ちょっと一時停止してね、ちょっとじっくり読んでください。はい。ありがとうございます。ぜひネタに使ってくださいということなのでね、ネタに使わせてもらいます。もう追いついちゃった。さっき止まって追いつかないようにしたのに。いわゆるですね、Z 世代、アルファ世代と言われる子たちが、社会人になりましてね、現れているところでございます。Z 世代、アルファ世代の方々、こんにちは、どうも。私の動画のね、視聴者の方はね、30代、40代の方多いみたいなので、私自身もですね、30代なので、30代目線でこの Z 世代、アルファ世代に対して思ってることをね、つらつらと話していこうと思うんでね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、言っちゃえば、本当にこの DM 読んでて思ったんですけど、いやもうおっしゃる通り、もう気持ちを察します。お察しの通りですよ。わかります。本当にわかる。ひどいよね、辛いよね。もうやってらんないよね。本当そうなんですよ。我々からすると、この Z 世代、アルファ世代の子たちって本当に何考えてんのお前ら。What are you doing? 難しい。ちょっと待って、マス2みたいじゃない？マス2みたいじゃない？本当にね、言ってることとかやってることとか考えてることを理解できないんですよ。もう何なのこいつらって思うことって多々あるんですよね。そんな私もですね、新入社員を研修する立場になりまして、今研修になってるんですよ。ね、素敵な機会をいただきましてね、自分の成長につながるから、ありがとうございます。本当にね、もう感謝です。ということで研修に励んでおりますが、研修する相手がね、Z 世代、アルファ世代と呼ばれる方々がでして、どうしたらいいのって思うことって多々あるんですよ。前々回の動画でも話した通り、常識、非常識の境目がね、僕分かんなくなってますね、ちょっとね。でも、何なんですかこれみたいな感じでね、ちょっと思ってると思うんですよ。かといって、もう理解できません。何やってんの何言ってんのお前らとかってなっちゃえば、もうそこでシャットアウトしちゃえば、全て終わってしまうんですよ。もうその先がなくなっちゃう。未来もなくなっちゃうし。だからどうにかこうにかして研修っていうか、育てていかなきゃいけないのが、常じゃないですか。で、心のどっかで思うのは、もしかしたらあの時って自分の研修を担ってくれた先輩方々って、こういう風に悩んでたのから、頭抱えてたのから、もううつ病になりかけてたのかなっていうね。こんなね、馬鹿んちょ相手にね、もう育てていただいたことに感謝すると同時に胸が痛い気持ちでございます。どうにかこうにかしてね、あの方たちが、自分がね、お世話になった方々が育ててくれたこの自分自身で、また新たに誰かを育てることが、その恩返しになると思うって、自分の中でね、考えてるから、
やっぱもうどうにかこうにかしてこの研修を成功させなければという思ってるんですよ。ただ難しいよね。 Z 世代、アルファ世代と呼ばれる方々本当に難しい。僕はね生まれた国が違う方々と思ってます。同じ日本人と喋ってるってもう思うのやめました。国が違うんです。生まれた国が違う。だからね、喋ってる言葉が違うから母国語が違うので言葉がきっと通じないんだなって、こっちの言葉も通じないし相手の言葉も僕は理解できないって、そういうことなんだなって思うようにしてるんですよ。だから一般的な会話とかもう一般的な常識っていうのはこちら側のことであって、相手側には相手側のそれがあるんだなと思うようにしてます僕だって世の中がさ、弱いものを守ろうとする世の中に変わったじゃないですか。あまりにもね、それがねちょっともう強調されすぎて、弱いものと強いものの境目すらわからない、むしろ弱いものが変な権力を持ってるっていう時代になっちゃったじゃないですか。何かにしろハラスメントになっちゃうし、かと思えば最近ではね、ホワイトハラスメントっていう言葉もねあるみたいですね。もう言ったもん勝ち、全部言ったもん勝ち、ほんとホワイトハラスメントにならないために、今度はじゃあ普通のハラスメントにもならないため、うちらどうしたらええねんっていう話だよ、これじゃあね。何も言えないじゃん、何もできないじゃんってなっちゃうんですよ。実際ね、それあると思いますよ。ただそんなこと言ってちゃね、話がね、進まないんでね、どうにかしなきゃいけないんですよ。どんな世の中であろうと。頑張りましょう。ちゃんちゃんじゃなくてね。母国語が違うし言葉が違うから言葉通じないんです。逆に言うと相手の言葉を自分は理解できないのと同時に、相手も自分の言葉がわからないんですよ。これね、現実だからしょうがないよね。風強くなってきたね。風切りもまた入っちゃうから自分はね、ゆとり世代と言われる一応世代ではありますが、反ゆとり世代なのかな。途中からゆとりが導入された時代なので、ただし社会人になった時はもうバリバリの精神論でね鍛え上げられたので、もう叩きのめされて蹴落とされて傷つけられてはたかれてねえ、お前そっから這い上がってこいよみたいな感じのね、もう体育会系、思いっきり体育会系だった今だったらもう完全にハラスメントで訴えられる案件なんですけど、いやその中で育ってきたんですよ。だから辛かった、本当にあれね、もう逃げ出したかったしやめたかったし、もうダメ、もう泣きそうっていうか泣いてたんですけど、帰りのね車の中でいつもね悔しくて泣いてました。もうなんでこんな思いしなきゃいけないんだよって。やっぱりそれに比べたら今の子って幸せじゃないですか。だってそれがないんだから、そんな風にね悲しい思いをしてまで仕事をする必要がないんだから、いい時代なんですよ、そういう意味では。ポジティブに考えればそういうことなんです。だから優しい言葉で褒めて育ててあげましょうとね。そんな上っ面ばっかりやってたらね、いい子育てないから、もうケチョンの子が育っちゃうよって思うこともあるでしょう。僕も実際そう思います。そのね、難しいよね。だから育てるのさ褒めるって言ってもさ、褒める場所がないんだからさ、褒めようがないんだからさねえ嘘偽りで褒めたところで中身空っぽになっちゃうよってやっぱり悩んじゃうじゃん。でも厳しいこと言うと今度は相手は逃げちゃうじゃん。いや本当に難しいじゃあどうしたらいいのって、もう母国語が違う、言葉が通じない。じゃあ言葉を理解します、腰をかがめます。言葉理解した上で理解できないんだけどって思うじゃん。だからね、僕はねもう理解することはないです相手を理解しようと思うことはもうやめました。寄り添うことと理解することって意味が違うじゃないですか。寄り添うことはするんだけど理解することはしません。もう別にね、理解する必要ないと思うんですよ。相手を理解する必要って、相手の立場になって考えて、相手の考えてることを想像するのはするけれど理解ではない。こういう気持ちなんだな、こういう考え方なんだな、うわそうなんですねですよ。もうね、客観的な事実として相手のことを受け止めてます、僕は。そういうのしないとね、自分の精神やられちゃうよ、ほんと。もうね、顔のシワも増えちゃうから、美容のためにも良くないんです、イライラするの。だからね、もうイライラしない。そうなんですねですよ。このね、そうなんですねっていう言葉ってすごい便利な言葉ですよね、本当にね。もう何かにしろそうなんですねって一言言えばね、もうすごいパワーワードですから、そうなんですねって。それね、自分の中でね、僕ね、言ってます。そうなんですねと。やっぱりね、せっかくなんでね、寄り添い合いながらね、生きていきたいなと思います。で、ちょっと言うとさ、Z 世代、アルファ世代って言われる方々って生まれた時からもう情報が飛び交ってる時代に生まれてるじゃないですか。インターネットが当たり前のようにあって、
情報を手に取ることができたじゃないですか。何でも知ることができる時代に生まれてるじゃないですか。はたまたね、じゃあ世界は平和だったんですかって言ったら、世界のどこかで戦争が起きてるし、世界のどこかで災害が起きてる時代に生まれてますよね。だからすでに明日何が起こるかわからない不安の中で生きてると思うんですよ。だからある意味ね、僕は犠牲者なのかなと思ってます。この Z 世代、アルファ世代の子たちって。なんか自分たちってじゃあ何ができるんだろうって言ったら、やっぱり寄り添うことなんですよ。理解はできないけど寄り添うことはできるし、寄り添った上でじゃあどうしようかっていう風にスタートを立つことってできると思うんです。だからなんかこれね、イラッとすることとかさ、もうWhat are you doing? ってなることってあると思うんですよ。ただお互い犠牲者なんだったらもういいじゃん。加害者じゃないでもお互い犠牲者なんだよ。だったらね、お互いもう同じ立場として寄り添い合いましょうよ。何でもかんでもね、言う通りにしてくれて、はい、わかりました、はい、わかりました、イエスなんて育つは育つけど、ただのロボット人間にしかならないじゃないですか。何が嫌です、何がダメです、何がいいですってしっかりやっぱり言ってくれるわがままの子の方が可愛いし育ちますよ。否定とか蹴落とすとかね、そういうもので通用してきた社会っていうのが今改めて見直されて、もうそういうんじゃないんじゃないかっていう風に時代になったことって僕いいことだと思います。相手が幸せな主人公だったら自分も幸せな主人公になりたいじゃん。こんな風にね、もう何なんだよとかふざけんなよって思ってね、怒りの感情で生きてる時間がもったいない。ちょっとね休憩しようと思います。道の駅行こうと思ったんですけど、まあ道の駅行ったところでね、別にね用はないんでねここで U ターンして戻りたいと思います。はい。ということでね、じゃあね、今度はね、まあ前半まではそういう話をしました。で、ちょっと一言、僕の心の本音をここから話していきたいと思います。はい。一言言うんだったらね、お前が調子乗んなよという話。いや、そうだよ。だから寄り添わなきゃいけないんで、やっぱり育てていかなきゃいけないしね、やっぱみんなでハッピーになろうって思うんで、その反面でね、ごめん、調子乗んないで。褒められて当たり前の世の中で育ってきた子たちですからね、叱られることに免疫がありません。怒られることに免疫がないんですよ。本当にメンタル弱いなと思う。褒められて調子乗るとかさ、おだてられて調子乗るとか、人がちょっと下の立場に立てば上から来るとか、本当にね、調子乗んないでほしいね。そもそもさ、社会の中で生きるんだったら上と下があって当たり前じゃん。なんで下の人間がそんなにさ、おだてられて偉そうにできるのって話なんだよ。褒められるっていうのはそれなりの仕事をしたから褒められるんだよ。認められるっていうのは認められることをした人間が認められるんだよ。俺調子乗ってませんけどとかね、俺こういう時代に生まれてきたし、これが当たり前なんだからしょうがねえじゃんって開き直るんだったら、開き直る場所に行ったらどうですかって思うんですよ。浅はかな夢見てさ、俺だったら何でもできるって思ってるのかもしれないし、 SNS が普及してさ、自分はアイドル気分になってるのかもしれないんだけど、そんなんじゃないからね。一般人は一般人だよ。たまにはさ、泥水頭からかぶってさ、泥まみになることだって大事なんだよ。ぬかるむ道でさ、足こけてさ、体中汚れることだって大事なんだよ。そういうさ、痛みとか汚れとかも知らないとダメなんだよ。言う方いらっしゃいますよね。これ私の仕事じゃないんでとかって言う方いらっしゃいますよね。はい、あれね、すごいなと思います。どこの誰がそんな権力持ってんのって、お前に選ぶ権利ないからさ、与えられた仕事をするんだよ。なぜそれがわからない、なぜそれが理解できない。で、一言何かを言えばハラスメントっていう言葉が守ってくれるのかもしれないけど、自分のことぐらい自分で守れよ。本当にね、くだらない世代だなと思います、僕は。くだらないでしょ。でもそれをこっち側は保護してあげてるんだよ。こっち側が大きい目で見なきゃいけないんだよ。どれだけこっちが痛い目食らってるのか悔しい思いしてるのかってわからないだろうけど、いつか分かる時が来るのかもしれないけれど、その時は遅いんで、今分かれよお前らがっていう話だからね、もうトータル言うと調子乗んなよって話なんですよ。ということで今回もここまでご視聴いただきましてありがとうございます。私はですね、安全運転で帰りたいと思います。いいねと思ったらグッド評価よろしくお願いします。また見たいなと思ったらチャンネル登録までよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。